はい、皆さんこんにちは。かんきちスタジオの北原かんきちです。今日のテーマはね、気候になるんですけども、内容はですね、いつでもどこでもね、そして、誰でも、簡単にできるですね、気候法の、練習、トレーニング方法をね、ちょっとお伝えしたいと思っております。自分ご自身のね、健康養生の役にも立ちますし、誰かのね、健康ケアみたいなこともですね、応用聞きます。またね、自分自身がこう気を感じるとか、気を手から出すといったですね、そういったね、気候法の、基本鍛錬にも効果的ですので、本当にシンプルな内容になりますので、役に立つと思います。ぜひ最後までお聞きください。はい、それでですね、気候法の、理論等々はですね、いろいろこれまでの動画でもお話ししてきましたけれども、まず基本はですね、手から気を出す、そして手から気を感じるというですね、このもう二大要素といいますか、そういった技法、これがですね、ほとんどのものになるんですね。ですね、もちろん最終的には全身でね、気を感じる、あるいは気を出す。気を吸収する。ね。気と調和する。そういったものがですね、気候法の、いろんな活用になるんですけども、やっぱりそこのね、大基本にして、そのメインとなるね、技法はね、この手先から気を感じて、気を出して、ね、あるいは気を、受け止めて、ね、で、またこれを循環させるっていうことになります。なのでこの手というのは非常に大事なところなんですけども、ちなみにですね、ちょっと基礎知識といいますかね、前提知識になりますけど、いろんな流派があるんですけども、私のね、やり方ではですね、この右手、右手というか利き手ですよね。利き手と言わずに右手に固定する流派もあるみたいですけども、右はですね、こう気を出すっていう発想側のなんですね。気を出す。で、左側は気をですね、こう感じるとか受け止めるっていうことになるわけですよね。だから右がこう出す。左が、入れるっていうね、受け止め、こう、循環させるとしたらね。だから電気的な、こう、電極で例えればですね、プラス極。一応電流の流れ、直流回路の電流の流れはプラスからね、電流がね、電気が流れて、マイナスに戻ってくるっていうね。こういうふうに小学校ぐらいで教わったかなと思いますけどね。電子の流れは逆でマイナスからですけど、とりあえずね、プラス極、マイナス極があって、プラスから電気がね、マイナスに流れるなんて考えがあると思うんですけども、同じようにこの気候の手もね、右手がプラス極と考えて気が出る。ね、左手が気をこう受け止める、感じるっていうふうにね、まず考えていただければいいかなと思います。それでですね、これもちょっとまだ予備知識になりますけども、気を出すっていうことでね、気候法のこの気の、世界っていうのは、現代的にはね、ある種の情報と考えて結構なんですけども、いいものもあれば悪いものもあるわけですよ。当たり前なことでね。いい気を得れば自分が元気になってね、マイナスのね、ネガティブな気を受け止めてしまうと自分は、ネガティブな気持ちになる。落ち込む。ね、もっと言ってしまえば病気になってしまうっていう、こういうのが、気候の世界なんですけども、当然日常の中にもね、いろんな気が流れておりますので、いい気もあれば悪い気もある。そんな中でね、自分がこう気を出したり気を受け止めるっていうことで、自分自身も、他から影響を受けていると同時に自分も何かを、あるいは誰かを、外側を影響をね、しているっていうのが、この気候の世界の考え方になるんですね。そんな中でね、一応予防としてね、こう気候家とかはですね、ちょっとした法具というものを身につけてますね。特にこの右手は気を出す。左手は気を入れるということでね、それに合わせたね、簡単には数珠的なものですよね。他にもお守りとかネックレスとか、つけていらっしゃるね、気候家の先生とか、もういっぱいいらっしゃいますけどもね。占い師の方なんかもね、やっぱりね、こう、非常に気候の世界と近いね、こうやりとり。占いも実はですね、この気の世界の理論が非常に密接に関係しているので、ある種の気候家と言ってしまえば、占い師の先生方も気候の世界にもちろんいると。っていうか気候法を使っていると言ってもですね、別に間違いではないと思ってですね。で、結構ね、そういう占い師さん、占い好きな方いるかもしれませんけど、行ってみるとですね、本当にもうね、全身にね、こういう宝具を身につけていると思います。これ腕だけではなくてもネックレスでね、こうジュワーとかね、こうなんかこう水晶とかですね、あるいはこう何かこう、机にね、そういう宝具を置いてあったりしてですね。そもそも占いに
でね、こう、やっぱり相手の悩みとかですね、不安なこととかですね、そういったね、ネガティブな情報をやっぱり聞きに来る方の方がどちらかというと多いと。だから当然占い師の占う側もね、そういう人のこの、ネガティブな感情とか気持ちをね、味わわざるを得ない。つまりそういう気を受けざるを得ない。なので自分が影響されないようにね、そういう宝具をつけてるんですよね。一般的にね、この宝具、よく水晶とかはね、一般的で、水晶はその気を浄化する。そもそも水晶って浄化作用がありまして、いろんなものをね、浄化する、っていうのがありますけどね。私はだからこの水晶、右手には水晶、左手にはね、ラピスラズリかな。この気休めですけどね、こういうのもね、気休めって言うとちょっと怒られちゃうか。もちろんこういう天然石にはね、そういう自然の力っていうものは、もともと自然のものですからね、当然ね、自然のパワーを持ってますけど、このね、ラピスラズリ系はこう、邪気をね、こう入れさせない、止める、なんていうね、力があるなんて言われて。確かね、私の誕生石でもあるのかな、あれ12月が誕生日なんですけど、誕生月なんですけど、確かラピスラズリって12月だったかな。そうなるぐらいいい加減ですけどね、私はね。ただ私もアクセサリー半分でね、こういうのをつけてますけども、ただ気候をやるときはね、こういうこともちょっとね、前提としてね、知っといていただければいいかなと思います。はい。さあ、それで本題の方ですね、なりますけども、ですね、気候の練習でとても大切なのはこの手の感覚を鋭敏にすることです。で、なぜかというと手の感覚を鋭敏にすることで全身が鋭敏になるからです。ということをまず先にお伝えしておきます。もちろんこのチャンネルで散々というこの丹田というところも非常に重要なところになってくるんですけども、裏を返すとこの手の感覚が鋭敏になれば結果的に丹田感覚も出てくる人もいます。もちろん同時にね、トレーニングするのが一番大切なんですけども、手に特化してもね、結果的にね、丹田あるいは全身につながっていきますので、そういう意味ではね、手を徹底的に鋭敏にすることがとても大切かと思っております。で、なんでその手をね、鋭敏にするとっていう話をちょっとね、したいと思うんですけど、実はですね、手先を使うお仕事っていうのはおそらく世の中にいっぱいありますよね。例えばですね、料理人さんとか、あるいはなんかピアニストですとかね、なんか職人さんね、大工さんとかね、何かこう物を作る人とかですね、あるいはこう精密な何かね、物を扱う人いらっしゃいますけども、こういう多分職種といいますか作業をしている時っていうのはもちろん手先全身全霊をね、こう手先をね感覚を鋭敏にしますよね。そうするとですね、実はですね、手先だけを鋭敏にするってことは基本的にできなくて、全身がつながらざるを得ないんですよね。例えばなんかこう料理人の方とかいらっしゃいますよね。こう日本料理お寿司屋さんのね、寿司職人でも結構ですけどもね、やっぱりこう手先でこう綺麗にこうお寿司をね握ったり、ね、お刺身をこう切ったりしてますけど、やっぱりその時の一挙手一投足っていうのは手先をねヒューってやることを長年目指した結果、全身が強調して動く。逆に言えばそういう手先を集中して、しかも長時間何かをする人っていうのは全身統一させないと疲れちゃうんですよね。疲れちゃうというか、そういう体になって初めて手先を集中しながら何時間でもその作業をできるようになる。だからああいうピアニストもそうですよね。ピアノ手先で弾いてると思ったら大間違いで、もう全身で弾きますよね。全身で弾いていく。手先をですね極めていくとですね、これ嫌でも全身がつながってくるっていうのがこの気候のね鍛錬、武術的な世界もそうですけどもね、非常に大事なところになります。でさらにそういう例えばその先ほど出したお寿司屋さんとかね、そういう料理人のね、こう手先から始まる気の扱い方は当然体もこうつながりますけど、お客さんがいてね、お店があってですね、そういうねお客さんの気配とか、お客さんがパクッと食べた、じゃあそろそろ次の出そうかなみたいな、こういうこのタイミングとかそういうのも気を使ってるわけですよね。気配を感じて、お客さんが次何食べたいかなとかね、そろそろお腹いっぱいかなとかね、結構もうこの人パクパク食べるからもうどんどん行くかなとかね、あるいは店の雰囲気やその人のね、特徴を見てですね、いろいろこう気を探る。そういうふうにですね、実はその
手先の作業からスタートして、いろんな職業の中ではそういったですね、全身で気を扱うことになってきます。気候の世界はですね、なんかこう摩訶不思議なエネルギーが出て、なんかそれこそカメハメハみたいなパワーにすぐに連想しがちなんですが、私の言うまず気候の基本はそういった部分の気です。なのでどんな人も実は日常的に必ず気を使っているはずなんですね。例えばタクシーの運転手の方とかバスの運転手の方、そういう、ね、仕事の方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱりね、もちろん運転することで安全な運転をね心がけて注意をねドライブにね集中するとともにですね、常にお客さんのねこの飲んでる混雑の乗り込んでるね混雑状況とか、あるいはね小さい子がいたりお年寄りがいたりとかですね、次のバス停にね、時間的な配分とかですね、もうありとあらゆることをですねこう気配りしてますよね。これこそはまさに気候の世界なので、まあ身体的なねそういう活動を長時間そして集中して責任を持ってやるっていうことに関して言うと、必ずもこの気を使う、つまり気候の世界に入らざるを得ないっていうふうに思っていただければ結構です。だからすごくね気候ってねもう日常的な世界なんですよ。そんな魔法だとかまあ不思議なですねものだと思わなくて結構です。もう皆さんが普通に日常的に必ず使っているもの。はい、そうした意味を前提にしていただいて、だから誰でも気候なんて簡単にできますということなんですけども、さあそこでですね、最初の話に戻ると、この手の先をですね、すごく鋭敏にするってことはですね、そういった感覚、気を読む感覚、気を感じる感覚、ね、そういったものをですね、すごく高める一番いいね、鍛錬のね、プロセスになるんですよね。手の感覚がですね、高まれば高まるほどですね、体全体がですね、の気の感じ方もね、良くなってきます。はい、じゃあね、そしたらね、早速全然早速じゃないですね。だいぶ前置き長かった失礼しました。手をですね、合わせる。はい、合わせます。合掌ですね、いわゆるね、合掌。このね、手のひらというのは実はですね、こうやってね、外にこう空間に出てると実は不安なものなんですよね。赤ちゃん生まれてすぐの赤ちゃんって実は手グッて握ってんですよ。これはねやっぱりね不安なんでしょうね。不安っていうかやっぱり手のひらがねパッと開いてるっていうのはね、自分の気も出てくし何か違う気も入ってくるっていうことがあってですね、実は手のひらを広げていくっていうのはね、結構勇気のいることなんです。皆さんも多分なんか初めての場所とか知らない人と会わなきゃいけないとかやっぱ緊張する時って人間でグーで握る癖があるんですよね。こう脇を締めたりとか、やっぱりこういうね経絡という気の出入り口をねこう隠すね、自分のその気持ちとかを悟られないってこともあるかもしれませんけど、そもそもこの気をね交流させることに緊張している。でだからこうパーって開いて、あるいはもうね人とハイタッチするとか握手するっていうことは緊張が解けて相手の気とね交流できるぐらいこう気を許したっていうことになってくるんですね。だからこのね手のひらってとても大切なこの気の感覚、機械的な言い方をすればセンサーになるわけですね。センサーでありデバイスとかそういう言い方かな。出力機構、入力機構、ちょっとね難しい言い方だと思いますけどね。さあで手を合わす。で手を合わすとですね、昔からこの合掌っていう考え方ですけどもね、どこかねやっぱり人間ってのはね落ち着くんですよね。陰陽一つになるとかですね、そもそもこの合掌するっていうことが仏教的に言えば一つになる。で二つに分かれていないでなんていうのかな、お互いがお互いをガシャッと、凹凸がガシャッとくっつくようにですね一つになるので安心するってことなんですね。ちなみにこの合掌はですね、この親指こういうパターンもありますけど、基本私のね考えではこう親指をくっつけて、親指の5指すら全部くっつけて一つになるね。でさらにこの手先をくっつけたものにこのある種の自分の体軸、強いて言えば丹田になるんですけどもね、この丹田と一致させる。ピシッ。そうすることでね、自分の体と手とかね、電気回路で言えばこう綺麗にね、回路がつながったかのようにピタッとなるということになるんです。まずこのね、感覚。で、まずこう手を合わせてですね、この手のひらのですね、こする。よくこう、涙目とか、念仏唱えたりとか、おばあちゃんがこう、みたいなとか、カジキ刀みたいなのこうやってやりますよね。手先の感覚をですね、これ、シャカ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 やるんですよ。別に寒い日なんかよくやりますけど、寒くなくてもね。
で、やっぱりこうやっていくと摩擦によってこの手先の感覚が敏感になります。敏感になるね。シャカ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 ね。こう手先の感覚、手のひらの感覚がね、こう敏感になるととても大切で、当然、ね、指先とか第二の脳なんて言われてますけどもね、神経が一番集まってる場所、ね、ということで、一番集まってるのはベロ、下だとは言われてますけどもね、指先も当然ね、集まってますよね。で、こうやることでね、もちろん脳も活性化する。手先も活性化する。さあ、そしたらね、この手先をこうやってね、ずっとやっていくと、多少暖かくなりますよね。暖かくなる、暖かくなる。摩擦で当然暖かくなるわけですけどもね。で、こんなことをですね、1、2分、少々やってですね、そしたらですね、ちょっとこれをね、少しね、合掌、くっつけてた手をですね、ちょっとこう、少し隙間を空けてね、ウユーってやる。これもよくある気功のね、基本トレーニングの一つですよね。ちょっと隙間を空ける。で、隙間を空けてね、こう手を近づけたり、ね、遠ざけたり。時々ペタってまたくっつけても結構ですけどね。そうするとね、手っていうのは当然体温がありますから、近づければなんだかあったかいなーなんていうね、感じが当然あるわけですよね。これは別に何のことはない。ただ、自分の体温を自分で感じているようなところがあって。で、そういうふうに、でもね、この問題は空間を隔てて何かを感じるってことはとても大切なんです。今は自分の体温を感じてる。でも、もうちょっと細かく観察していくと、当然この手と手の間には空気の流れがあるわけだから、風も感じるわけですよね。風も感じる。そしてその風は当然体温を奪う冷たさを感じるわけですよね。こうやって温度とか空気の流れを感じていくと、なんか自分の皮膚の感じ、皮膚感覚というか、皮膚の感じや、皮膚の下にある筋肉の緊張や張りみたいなものも当然、なんか認識といいますか、感覚としてね、普段そんなこと考えませんよね。手の周りを流れる空気の流れとか、ね、お互いの手のひらの体温とか、ね、その皮膚の下の筋肉の状態なんてそんなこと考えないでしょ。だけど、こういうことをしてると、ね、体温、空気の流れ、皮膚の下の筋肉、ね、そんなことをですね、なんとなく感じるんですよね。もうちょっと言っちゃうと感じるように集中していくってこと。で、それができたらですね、だんだん距離を広げていくんですよ。ニューって。このぐらいだと感じるかな。いや、ちょっとここだと感じなくなるからもっと近づけよう。ね。この辺だとなんとなく体温を感じる。空気の流れも感じる。皮膚感覚ちょっと変わった。ね。そんなことをしているうちにですね、要するに手のひらが鋭敏になるってことなんですよ。鋭敏になる。当たり前ですけど、さっきも言ったようにいろんな職人さんたちはいろんなものを日常的に触ってるから、逆に言えばそのね、プロの人たちっていうのはその触っただけで品質とか、状態とかがすぐに分かるっていうことですよね。私も実はその、機械工学といいますかね、工作機械、旋盤とかフライス板とかご存知ですかね。金属を削る機械があるんですけどもね、そういったものを職業柄100分の5ミリぐらいの精度でですね、こう削らなきゃいけない。そうするとね、当然、日常的にやってますから、それがね、うまくいった時はもう一発でわかるし、ダメな時もすぐわかる。あるいはこう素材を見てね、この素材はいいなとかっていうのも当然わかる。それはやっぱりこう日常的に扱ってるから、そういう感覚が、超えてるっていうことですね。目が超えてる、手が超えてるってことですね。この手もですね、どんどんそういうことをやって、日常ではね、こう味わわなかったものをやってるうちにですね、味わうようになってきて、手先の感覚がですね、要するにこう単純な感覚じゃなくて複雑な感覚が分かるようになってくるんです。さあそうこうしてるうちにですね、こうやってこう広げていく。広げて、でもなんか感じるかなってことを試していくうちに何が起きるかっていうと、この離れましたよね。離れましたけど、この手のね、右手と左手ありますけど、このぐるーっとこう体がね、こう合掌だとこうつながってますよね。つながってますよね。こう離れてもこう体全体でこうねつながろうとするんですね。不思議なことにこう手を離してくると同時にこう体がねつなげようとする。結果的につながってくるっていうことになります。そういうふうにあるんですね。もしそれがうまくいかない人はまずですねこの合掌しておいた上で、そうするとこの手が当然こう一つの輪ができますよね。これ電気回路だと思っていただいて、この中をね右から出てマイナスプラスからマイナスに戻るようにですね、この腕の中をこう肩を通ってまたこっちの右手に行って左手に戻るっていうですね、この気の流れをねユーってね感じるんです。ミューってミューってこういう練習をする。ミューって。でそれができたらちょっとこう離していくね、離していく。それでもこうミューってミューってこうね
要するにですね、こうくっつけて感じる。まあ当然くっつけたら何度も言うように自分の体温を感じる、手の柔らかさ、硬さを感じる、まあ、接触そもそも感じるけど、離しても感じるような意識、あるいはそのね、集中していくと、体の中をね、こういうふうにね、ビューって繋がる。ちょうどだから、電気回路で言えばちょっと離しても、つまり絶縁体、電気を通さないものになっても、近づければ、なんだろう、一応電気をですね、流す。これね、コンデンサかな。コンデンサっていうのは、電極と電極の間に、まあ薄いね、薄いと言いますか、近づけてここに絶縁体をね、こう入れるんですよね。そうすると、当然絶縁体、電気を流さない物質だから通らないんだけども、そこにね、こう、電子たちが集まってきてね、蓄えるんですよね。電気のね、電気エネルギーをね。だからまあ、それをパチッとくっつけると、その瞬間一気に電気がパッと流れるってことで、まあ、コンデンサーというのは一種のまあ、蓄電する。電気を蓄える。まあ、電池で、まあ、バッテリーとはまたちょっと違う原理なんですけども、まあ、一時的に電気を蓄えて、そういう回路なんですけどもね。まあ、そういう意味で、こう離してもですね、ある種のこの電気回路はですね、機能するように、気候もですね、実はこう、くっつけて感じて、離れたら感じないっていう、この常識を捨てて、離れても、いや、感覚が鋭敏な人は何か感じるよっていうね、ことをね、まず持っていただきたいです。で、何より大事なのはこのプラスとマイナスっていう話ね。そしたらね、さっきも言ったように、こうプラスからマイナスなので、こう、ビューッとですね、こっちの右手から左手にこう何かこう、出てることを受け止める意識を持つ。ミュー、ミュー。ね。こう怪しいかもしれないですけど。で、これもだから鋭敏になれば、なんかこう感じるなっていう人もいるし、感じなくてもこういうことをやってるうちにこの体がつながってくるんですよね。まあ今日はあまり詳しく言いますけど、武術的な話でね、何度も言うようにこう体をつなげていくっていうね、丹田から全身をつなげるっていうお話はこのチャンネルでも再三やってるんですけども、気候の世界も同じで、こういう鍛錬をしてるうちにですね、意識レベルでつながっていく。意識レベルでつながれば、簡単に言えば意識が具現化していくんですね、身体感覚っていうのはね。なので、この実際の身体的な感覚も出てくるってことになります。こうやってビュー、ビュー、ビュー。ね。さあ、そしたらですね、ちょっとそれを、今度ですね、例えば体を使うんですね。これは治療というか健康養生的なね、気候法にもなるんですけども、例えば、場所はどこでしょうかね。例えば、右手は胸。まあ、ちょうど中丹田の前、団中ね。で、左手はですね、この腰のですね、名門というツボがあるんですけども、ですね、どっちがいいかな。まあ、こっちでいいか。まあ、こういう状態。まあ、こっちで逆でもまあ結構ですけどもね、こういう状態にしてね。まあ、名門ってね、腰っ骨のちょっと上ぐらいだと思っていただければ結構です。なんだろう、見えるかなこのぐらい。このぐらいって適当だな。まあ、ちょっと、まあ、ネットで調べればね、名門とか、そう経絡出てきますけど、これじゃあ、ね、こういうふうに合わせていただいて、で、今のですね、回路をつないでみるんです。つまり、ここがプラス極。で、こっち側がマイナス極だと思って、じゃあ、手のひらからですね、この中丹田通ってですね、左手の、名門、の方、ね、腰の方に抜けて。で、また左手の腕からずっとこう回路がつながってて、肩通って、このまた右手に帰ってくる。で、また右手から団中、ね、中丹田。中丹田のツボのことを団中って言いますね。非常にこの大切な経絡です。心とか愛情とか、まあそういったね、気持ちを司るところで、ここが充実してないと悲しい気持ち、寂しい気持ちになりますね。昔からここに胸に手を当てるとかですね。まあ胸ってのは非常に大事で、胸が張り裂けそうな気分なんて辛い気分ですよね。この中丹田、団中のことを言いますけど、まあ、ここをね、こう当ててあげる。そうするとね、こうやってね、練習するんです。こう当てて、電気回路、プラスからマイナスに流れる右手、団中、名門に抜けて左手で右腕に戻ってきて右手のひらから中丹田団中に入り名門を抜けてでまた左手に入り左腕を通って右腕に通って右手はい団中はい名門みたいにねこうやろうとするんです。そうするとさらにというか要するに体のねこの名門と中丹田もつながる。っていうことになりますね。こういうふうになるね。うん。なので、いろんな部位がね、できたりします。よくね、気候の治療というか、やり方って、こう、2箇所をね、よく、
患者さんとかにね当てたりするんですね。例えばこう背中とこっち足持ってですね、こうその患者さんのね体を通してあげるみたいになるんですけど、ちょうどプラス極とマイナス極。なんかこう低周波マッサージ装置ってありますよね。電極つけてですね、ちょっとスイッチ入れるとですね、低周波でこうギュッギュッギュッってなんかこう筋肉をこう揉みほぐすみたいな機械がね、あれと同じだと思っていただければ結構です。それのもう気候版。気候版というよりも気候は本来そういうことをやってたんですけどもね。だからどこの部位でもいいです。別にこの、足とかね、腰とかね、肩とかね、あとは目とかね。よくこう、両目をこうやってね、こう、ちょっと目をこうやって、で、こう目から入って、目からこう、ぐーってこう、目を中をね、通すとかね。そう。いろいろありますよね。こう首筋、頸椎ね、とか後頭部、頭が重いとかね。とこう名門とかね。で、この、どこを持つかってもちろん経絡といって、気の流れる道、整形十二経脈とかね、いろいろその気候の五行思想の中ではこの気の道があるんですけども、そこまで話すのちょっとね、細かすぎるので、ちょっと今回はまた改めてしますが、そういったね、代表的な経絡はあります。で、ただあんまりそういうことを考えずにね、例えばこう頭痛がするなんて言ったら、この頭とですね、腰とかね、あるいは丹田。丹田がやっぱり一番大きいかもしれませんね、こうやってね。で、要するにこう、プラスから入ってマイナスから出ていく。ね。頭を出したければこう逆でもいいですね。こうやってね、頭から吸い取る。ね。丹田のエネルギー、ビューってこう、はって入れて、で、ぐーっと上がってきて、左手から抜けて、こう行って、で、また右手の方行って、で、またこう丹田に入る。ビューとかね。こうやってね、実は人間っていうのは、両手が対になって接触したり、対になって動いたり、対になって何かをして初めてですね、気が流れるんですよ。びっくりですよね。びっくりですよねって何が変なこと言ってますよね。武術も実はそうで、必ずこう、両手、陰陽の手がね、よく、夫婦種とかいう言い方、夫婦みたいな関係でね、対になってるなんて言い方ありますよね。必ずだからこう、武術的にもですね、片方の手がですね、なんか遊んでるとか決してないわけですよね。必ずこう何か、武術的にもこう動いてる。ね。それはもうどんな技法もそうですよね。そのスポーツにしたって、何らかのこの作業、職人さんたちもそうですけども、片方が遊んでて片方だけ動くなんてことは、基本人間はなくて、必ず両手がですね、こう、調和して動いてる。これは気の流れと思っていただいてください。それをね、こう、日常的にこう触る。だから、日常的なトレーニング、自分の体でやる意味ではね、なんかこう、体を接触してですね、その中を通す。ね、通す。別に両足でもいいです。両足を持ってね、こうやってね、やるとかね。こう首筋を持ってね、これでもいいですね。ほんで、どこでもいいです。こうやってね。そうするとね、こう、手だけじゃなくて体の中も通ってくるので、最初に言ったように手が鋭敏になって、こういうことをすると、体全体も、この気の通りやすい体、つまり気の感じやすい体、あるいは気を出しやすい体、気を受け取りやすい体に変わります。で、全身がこう、気をね、感じる体になるということなんですね。そういうふうになってくると、自分のその考えたこととか、自分がこう想像していることとか、言いたいことは自然にこう体全体からですね、出ていきます。ね。それはもちろんその気を出すっていう話になりますし、それは高まればオーラという言い方になりますね。あるいはこう感じやすいので、相手が何も言わなくてもなんとなくその人の気持ちとか感情とか言いたいことがわかる。つまりこれは気を読むっていうことですね。だから気を配る、気配りをすることもできるし、気を読むこともできるので、これは気功法のね、大原則にして、奥義というかね、一つのもう大切な到達、段階の一つになるということになります。はい。さあ、ということでですね、ちょっと、結構簡単かと思います。勘では自分の右手をプラス極、マイナス極と思っていただいて、で、それをですね、最初はこの手だけでやっていく。で、これをちょっと手を少しずつ広げて、それでもつながると思ってやる。で、さらにはこう、自分の体を使って、この体の中も通す。ね。もっと言ってしまえば、だからそれ誰か他人ね、友達とか家族とかね、恋人誰でもいいですけども、やって、こう、体が接触する。今言ったように接触するときは片手じゃなくて、片手で握手ではなくてですね、両手で握手。で、両手でこう手をつなぎ合うとかね、両方で肩を持つとかね。やっぱりこういうふうにね、
プラスとマイナスがですね、交流する。これはとても大事なんですね。で、この関係がうまく相手にとっても自分にとってもちょうどいい、この回路、ね、気の交流ができている人とは必ずうまくいく。うまくいくし、そもそも接触してそういう気の交流ができたらもうみんな仲良しなんですよ。これは実は、ちょっと武術的に言うと愛機というね、極意の一つになるし、愛機のその大切な理論にもなってくるんですけどもね、またそれはまた武術の話の時にまた言いたいと思いますけどもね、これも気を合わせるということで、実は愛機ということのですね、極意になってくるということになります。はい。はい。というわけでですね、今日はですね、気候のお話だったんですけども、日常でね、簡単にできる、気のトレーニングです。でも簡単といってももう本当にこれはすごくもう極意というか、もうこれを日常的にやってるから気候家になれるし、要するにこれをもう日々どれだけやるかですね。最初に言ったように職人さんたちはこれを毎日毎日仕事としてやってるから、もう考えなくてもそういうね、手先、それから感覚、見る目はもう AB になるのと当たり前で、これもね、やればやるだけ比例するものになりますので、ぜひね、こういう気の世界をですね、得得したい、あるいはね、興味があってね、上達したい方はですね、これを日常的に、暇さえあればやっていただいてですね、いただければ効果がとてもあるかと思います。はい、以上今日は気候のですね、トレーニング方法、ということでお話しさせていただきました。参考にしていただければ幸いです。はい、ではまたね、次回の動画でお会いいたしましょう。もしよければ、いいねとかですね、チャンネル登録もお願いしたいと思います。宣伝になりますけど、セミナー等々もですね、不定期ですけどやってますので、ぜひご参加ください。はい、ということでね、また次回の動画でお会いいたしましょう。本日はご視聴ありがとうございました。はい、さよなら。